皆さんこんにちは。本解説では子供用化粧品に潜む科学的なリスクと絶対に知っておくべき極めて重要な安全基準について深掘りしていきます。化粧品開発のプロフェッショナルの方もお子様の安全に強い関心がある方もデータと公式ガイドラインをもとに一緒に紐解いていきましょう。さあ始めますよ。そもそもなんで大人用の化粧品をそのまま子供に使っちゃいけないのかって疑問に思ったことありませんか？これ、子供の肌が単なる大人のミニチュア版ではないからなんです。吸収率やバリア機能が大人とは全く違うので、子供には子供専用の厳しい成分制限や安全基準が絶対に必要なわけです。本日はその理由を具体的なルールと合わせてしっかり解説していきますね。今回の解説の流れはこんな感じです。リスクの基本から入って、パッケージの基準、絶対に避けるべき成分、そして具体的な健康被害、香料の問題、最後に実践的なチェックリストまで一気に駆け抜けていきます。では早速、最初のトピック、子供用化粧品のリスクから見ていきましょう。大前提として、子供向けの製品って普通に使っていて健康と安全が絶対的に保証されていることが求められます。つまり、珍しくて新しい成分に頼るよりも、昔からずっと使われてきて安全性が証明されている成分を最優先で選ぶ必要があるんです。ですから、香料、着色料、防腐剤の使用は極力減らす。これがもう絶対の鉄則になります。続いて2つ目、包装と品質の安全基準に進みます。安全性って実は中身の成分だけの話じゃないんです。外側のパッケージそのものにも厳しいルールがあるんですよ。例えば間違って食べちゃわないように食品とはっきり見分けがつくデザインにすること。大人の目の届くところで使ってねという注意書きも必須です。スプレー缶なら目や利きを避けること。ベビーパウダーでおなじみのタルクも口や鼻から吸い込まないようにってしっかり明記しなきゃいけないんです。親御さんへのメッセージも安全基準の重要な一部なんですよね。ここでちょっと品質管理の厳しさがわかる数字を紹介します。1g あたり 100CFU。これ3歳未満向けの製品で許されている菌の限界ラインです。さらにすごいのが、大腸菌とか緑膿菌、黄色ブドウ球菌みたいな特定の菌に関しては、もう一切の妥協なし、検出ゼロじゃないと絶対にダメなんです。かなりシビアですよね。品質基準の次はいよいよ革新ですね。3、避けるべき化学成分を見ていきましょう。具体的にどの成分が何歳でダメなのか。これ、年齢とアイテムによってめちゃくちゃ細かく決まってるんです。例えば、サリチル酸はシャンプー以外だと3歳未満には NG。カンフルやメントールも2歳未満には警告ラベルが必要です。過酸化水素の類は12歳未満にはそもそも推奨されていませんし、ピーリングでよく効くフルーツ酸、AHA なんてもう赤ちゃんや子供の肌には絶対に NG ってことになってるんです。そして防腐剤にも絶対に知っておくべきルールがあります。特にブチルパラベンやプロピルパラベン。これらは3歳未満のおむつが触れる部分に使う洗い流さないタイプの製品には絶対に配合してはいけません。かなりピンポイントな条件ですが、それだけ局所的なリスクが高いってことなんです。では、なぜそこまで厳しく規制されているのか。4、成分がもたらす健康被害に踏み込んでいきましょう。一番に名前が挙がるのがトリクロ酸です。一昔前は抗菌石鹸とかローションに当たり前に入ってましたよね。でも今は厳格に制限されています。なぜかというと、広範囲に毒性がある上に細菌を無駄に強くしてしまう。つまり耐性菌を乱しリスクがあるからなんです。ホルモンバランスも乱すし、環境まで汚染してしまうということで、医療用以外の石鹸からは姿を消しました。これちょっとショッキングなデータなんですけど、あるテストで被験者の実に 75% の尿からトリクロ酸が検出されたんです。つまり、皮膚のバリアをあっさり通り抜けて体の中に溜まっちゃうってことなんですよ。大人の肌でこれですから、薄くてデリケートな子供の肌に塗ったらどうなるか考えるだけでもちょっと怖いですよね。他にも身近に潜む要注意成分がありますよ。例えば、プロピレンググリコール、PG。これ、電子タバコにも使われる石油由来の成分なんですが、神経への影響が懸念されています。次に、ワセリンなどのペトララタム。生成が甘いと発がん性もある不純物が残っちゃうリスクがあるんです。
それから D4 とか D5 と呼ばれるシリコン類。これは体内に蓄積しやすくて、ホルモンの働きを邪魔してしまう。D5 なんかは子宮の腫瘍との関連も指摘されています。あとは SLS や SLES といった強力な泡立ち成分ですね。肌を守るための大切な油分までごっそり奪い取っちゃうので、ひどい乾燥や肌荒れの原因になるんです。どんどん行きましょう。次は5、天然香料と合成香料についてです。アレルギーや毒性の原因として意外と見落とされがちなのが香料なんです。天然の植物エキスとかムスクのような天然香料って古くからセラピーにも使われてきたくらいで、脳の関門も安全に通過すると言われています。でも問題は安価な合成香料の方。香りを長持ちさせるためにフタル酸エステルという成分が含まれていることが多いんですが、これが厄介なんです。ホルモンを乱して肥満や喘息の原因になるなんてデータもあるんですよ。ただのいい匂いでは片付けられない怖さがありますよね。それでは最後のセクション6、製品作りの最終確認です。結局のところ成分そのものも大事なんですが、どれくらいの量を使うか、どこに使うかっていうのも同じくらい重要なんです。例えばフッ素入りの歯磨き粉、3歳未満ならほんの米粒1粒、3歳から6歳でもエンドウ豆サイズが適量です。ストロンチウム化合物はしょっちゅう使うのは NG。塩化銀なんて3歳未満の目の周りとか唇には絶対使っちゃダメです。マニキュアによく入っているトルエンも子供には一切触れさせないのが鉄則ですね。こうした公式の安全ガイドラインを守るっていうのは単なるルールだからじゃありません。まだまだ発達途中にある子供たちの小さな体を有害な化学物質の蓄積から守るための文字通り絶対の防波堤なんですよ。最後にちょっと考えてみてほしいんです。皆さんは成分表示の裏側まで本当に確認できていますかと。化粧品を作るプロフェッショナルの方も日々製品を選ぶ親御さんも子供用って書いてあるから大丈夫でしょと油断せず、本当にクリーンで安全なものを選び取っていく責任があります。今日お話した知識がこれからの皆さんのより安全な選択のヒントになればすごく嬉しいです。本日の解説は以上となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。